実は私自身がイップス持ちなんですよ。悩んでるはい、卓球イップスになったんですけど、どうしたらいいですか？まあちょっと大切なのはイップスっていうのはスポーツ障害って言われてて、まあ障害なんでお医者様にかかる方もいるんですけど、僕は医師免許持ってるわけじゃないから治療できるという表現はしちゃいけないから、まあヒント、で実は私自身がイップス持ちなんですよ。はい。でイップス持ちなので、自分をコントロールして試合するってことをしてる選手なんですよ。はいはいはい。でイップスにも種類があって、まず最初に、僕がどんなイップスなのかっていうのを申し上げた方がよくわかるんじゃないかなと思うんですけど、僕のイップスは結構脅威です。腕が勝手に動き出します。勝手に動き出す方。そう動き出しちゃう。僕の意思とは関係なし。イップスはサーブが出せなくなるとか。でそういろんな種類のイップスがあるんですけど、僕は球をだから打とうと思った時に自分の体をコントロールできないっていうことが起きたりする種類のイップスです。イップスにも種類がいろいろあるんだけど、そうなんですよね。で最初に出た兆候とすればやっぱりサーブが出ないってことでした。なんだけど、それもサーブが出なかったらイップスかって話があって、構えてから相手の選手の顔色を見て、どうしたらいいんだろうとかって思ってサーブが出せないっていうのは、イップスからちょっと除外していただきたい。なるほど。もう手が動かしたくても自分の思い通りに動かないんだったらまだ理解できるんだけど、勝手に動き出すっていう、そういうイップスなので、これは結局いろいろ僕なりに考えてみたんだけど、その性質からすると打ち勝つのは心理か物理かっていうのを割り切ることからだったんですよ。だから僕の卓球は物理でやってるってこと。そういうことなんです。だから感情と筋力コントロールっていうのはつながってるんで、そうで上手にこうサーブが出せないっていう種類のことをちょっと考えてみようと思うんですけど、イップスってスポーツ障害って言われているので、卓球だけじゃなくていろんな種目があるんですよ。で多く言われているものはゴルフが多いです。でもおそらく今私が知ってる中で一番多いって言われているのはダーツです。でイップス。そうです。質量が小さなものに対する筋力コントロールが不安定になる、ものがイップスの多くある。だからダーツなんて矢が小さいから手をこうどう出そうかっていうことがちょっと難しくなるってことですね。でサーブが出せないっていうのはゴルフイップスに近いんですよ。それは何かというと、ゴルフの選手もこうクラブをこう振り出す瞬間がいつになるか分かんなくなっちゃうってことだから、サーブでもじもじしちゃうのと同じじゃないかって思うかもしれないんだけど、これって物が止まってるんで、止まってるものに力を加えるのって案外難しいんですよ。だから向こうから来る球、レシーブでイップスになる人ってだからサーブでイップスになっててもレシーブは簡単っていう人が結構多いはずなんですよ。止まってるから、イップスはやっぱサーブがやっぱ多いんですよ。圧倒的に多いですよね。サーブ。あとラリードライブとかもちろんありますけど。そうでこれがもしこっち側から来るものだったらぶつかっていけばいいんで簡単なんだけど、ボールがこの位置にあるって思っちゃう、止まってると思っちゃうから、それをどう出そうかって思っちゃってうまく出せないっていう現象なんですよ。連動がうまくいかない。なのでここにあるんだけど、向こうから来てるものなんだ、
圧力を想像するとこっちの手は自然にこう出せるようになってくるんで、でもそれってどこからそのトラブルができちゃったかっていうことが大事ですよね。それは動体視力なんです。多くは動体視力。自分がだから動体視力っていうのは自分自身が思ってるスピードが一定じゃなくて速くなったり遅くなったりしてるんですよ。だからボールのスピードよりもその直感力、動体視力での直感力がものすごく速い人っていうのは、ボールの速度の方が自分の感覚よりも遅くなってるから止まっちゃってるって。だから試合中に例えば粒高の選手とかと試合するとすっごいもう、ね、曲がりくねって変な球が来てるみたいに思うけど、その試合をビデオカメラで撮影してたのを見ると何にも変化してないですよね。確かに。その錯覚に追い込まれちゃってる。だから動体視力が速すぎる人が起きる傾向なんですよ。だから感覚的にここにはあるんだけど圧迫してきてるっていうふうに想像して、ここにあるものをこう打つのに、転がってくるものにこうアプローチする気持ちを頭の中で想像して、こう寄ってきてるからここだと思ってサーブ出すと、それは動体視力の方をうまくコントロールして、止まってるからスピードが分かんなくなっちゃってるから、動いてるものだって自分の頭の中で錯覚作ってサーブ出すと打ち出せるようになるんですよ。だから感覚的にここにはあるんだけど圧迫してきてるっていうふうに想像して、ここにあるものをこう打つのに、転がってくるものにこうアプローチする気持ちを頭の中で想像して、こう寄ってきてるからここだと思ってサーブ出すと、それは動体視力の方をうまくコントロールして、止まってるからスピードが分かんなくなっちゃってるから、動いてるものだって自分の頭の中で錯覚作ってサーブ出すと打ち出せるようになるんですよ。非常に興味深いというか、だから経験したことのない人はそこまで深く考えなくてもできちゃうから、だから僕なんかはもう確実にスピードが速くなりすぎちゃった。そうだから結構生活習慣でも動体視力が速くなりすぎることって結構危険なんですよ。でそれがボールを凝視するっていう習慣からくるんで、だからあんまり球のスピードに今どこだ今どこだみたいに過敏になりすぎると、そういうことになりやすくなるから、意識のボールこうやって追いかけすぎてる。そういうことです。だからボール自身はすごく激しく動いてるのに、ボールを見て動くことによって球が捕まえられるって思ってるから、それが逆にボールがどこにあるか分からなくしているっていうことでもあるんですよ。なるほど。だから不安になるというか、そう動かなくなる。掴んでるはずのものが本当は掴めてないから。っていうことだ。でもやっぱそうかもしれない。なんか分かります。なんか分かるっていうか、逆さま、みんながいつもやってることの逆さまなんだけど、やっぱこうやって追うんじゃなくて、こうやって見てるんですよ。全体を見て卓球。こうやってやってないんですよね、目は。全体を見ながら卓球してるんで。そうです。で相手のベンチの人も見えるし、見えてる状態で試合してる。その動体視力の習慣から体の作り方っていうのを人間って作り上げていっちゃうと考えているんで、それが悪いプログラミングされちゃったから、じゃあ今のそのサーブの出し方を意識すれば改善される可能性があるっていうこと。一つのじゃあ解決法一つってこと。もう一度じゃあもう一度お手本として。もうだから気持ちです。まずこう置いたときに止まってるからじゃなくて、向こうから転がってきた、スーって転がってきちゃったなと思ってポンって出せばもう結構出せます。そしたらサーブになるっていうこと。そう。すごい。でこれは結構大事ですね。だから条件としてはイップスの種類が無数にある。ラリーももちろんやってもらえる。特性はいろいろあるけど無数にあるけど、そのうちの一つとしてはそういうことが考えられますということで、もうありとあらゆるねイップスやってきてるから、フォアイップスとバックイップスもあるんだけど、バックはもうかなり重症だから。そうなんですね。フォアっていうのは体から遠いから筋力コントロールが難しいんですよ。
でもバックっていうのは体のお腹の前だから、そうですね、基本的には球が打てるはずなのに、そうですよね、ここでラケットがこんなになっちゃう人とかっているんだけど、だから続きできませんよ、でまずこう打つときに、その手のひらで打つように練習してほしいんですよ。手のひらで。自然に体を使う方法からいけばイップストラブルは少ないんです。だけどシェイクハンドよりペンホルダーの方がイップス多くないですか？そうかもしれないですね、確かに。これは練習方法にあるんですよ。だからもうやらせちゃいけない練習ってあって、一応言うけど、脇の下にタオルを挟んで脇を締める練習ってありますよね。よくありますね。あれ NG。最悪。どういうことかというとね、脇を締める理由っていうのはラケットの打球面が肘が開くことによって打球面が大きく変わってしまうっていうリスクに対してやることなんですよ。そうですね。でこれが適度にこの距離を保つっていう意味が2つあるんですよ。2つあるっていうのはこれを保つ方法が2つある。それは1つは締める方法、もう1つは行かなくする方法があるの。正しいのは行かなくする方法、だからたすき掛け、たすき掛けで練習するのはいい方法なんだけど、ここに物を挟んで打つとここに意識があるから意識を持ってなきゃいけないのは手のひらじゃないですか。物を掴もうとするんだから、にもかかわらず意識がこっちに来るんで頭がおかしくなるんですよ。それで打てなくなっちゃう。合わなくなっちゃうってことですね。だから脳の信号がこっちに行っちゃってて、ここがしっかりしてればここが打てるって勘違いしてるから。なるほど。だから締めるのは治らないってことですね。そうだからたすき掛けしてれば行かなくするっていう意味で脇を締めるってことはできる。でもその理論はもうないんだよね。練習の中でその理論がないの。それはいらなくなったんですよ。それは何かというと両ハンドになったから。両ハンドになると必然的に肘は脇の中心に集まるようになるから。だからフォアとバックをこうやって振ってればこれを閉じてなきゃいけないっていう理由がなくなって、ペンホルダー片ハンドだからそうこうなっちゃうから、そうだから締めなきゃいけなかったわけ。だから変に脇を締めろとか、フォームコンパクトにするとか、自覚して何か改善していく分にはいいんだけど、こっちが強制すると思ってる脳の思考回路と違うから、やってる方が発生する。そうだから同じなのは今の違いは、これは動体視力じゃなくて脳みそが作った習慣から来ちゃってる。そう体の習慣から来ちゃうってことなの。でそれが正しいと思ってやってるから、何十年もずっと同じこのやり方でやって、だから僕の場合は基礎の昔からある練習を全部端から確かめて、正しい練習か否か、メリットがどこにあるか否かっていうのをずっと自分で研究してたから、たまたまそういう理由になったんだけど、だから脇を締めるってことの一番勘違いしてるのはこれが大事なんだって言ってて、この時の格好は仮にいいとしましょう。月の時こうやっていく人いるよね。いやいや球取りに行くの手でしょって言って。だからそれをこうしていくこうしていく、でもここのところは閉まってた方がいいからって言ってんだったら分かるけどって言って、だから話を勘違いしちゃうから、生徒さんの立場を考えて順番にものを与えていかないといけないなって。だからフォームはなんで閉まっといた方がいいのって、閉めたまんまってスイングスピードって上がらないから、外周でこう回る力があるから折りたたんだ時速くなるんだから、もともとちっちゃいものは速くは動けないから、動くという筋力に対しては速く動くのであって運動効率としては違うわけだから、だから自然に見える人とぎこちない人の差がそこにある。でそれで僕はまさしくそれでイップスになってるんですよ。でその次に多いのが表のペンホルダー、日本式の表のペンホルダーめちゃくちゃ多い。サーブのイップスもフォアのイップスも、ラケットが軽すぎるの。軽すぎるから物を動かすっていう筋力コントロールができない。私もなんかイップスなんかちょっと治ったって方聞いた時は、ラケット
トを重くした。だからボーリングにはイップスっていうのはほとんどないわけ。重くすると、そうだからそれが道具、だからラケットさんの都合を考えろとかボールさんの都合を考えろってだから言うの。単純な発言じゃない。そう物の質量を考えたらここにあるものがものすごく重かったらこれを動かそうと思う筋力をこっちがイメージして動くから、そうそれが軽すぎるから。だから今このラケットはブレードベースの重心のラケットなんだけど、先端グリップ重心にするじゃない、それヘッド早く回った方がいいから。でもそれって矛盾してるでしょ。本当は物があるものを動かさなきゃいけない筋力を分かってる人が減らす分にはいいんだけど、最初からそれっておかしいでしょ。だからシェイクハンドもイップスが出るの。そうだから指導者側がもう少し勉強して、そうだから医学じゃないからスポーツ障害に対する対応って医学じゃないから、医療側に入っちゃうとそれは精神論ですって話になっちゃって、結局精神科で思い込みをなくしていって、じゃあ少し卓球休みましょうかとかっていう方向になっちゃう。本当に最終段階まで行った人から僕話聞いてるから、でその人は心が強かったから逆に、そんなのはごまかしだって自分で思ったからこんなんで治るわけないっつって、それはもう行くのやめてで練習したって言ってた。でそれは本当のアスリートだからできることだよね。でも病人だっていうふうに自覚しちゃったらそうしないと治んないんだ、じゃあ卓球やめればいいのかって。確かに卓球やめれば動体視力も過敏なのも全部抜けるから治っていっちゃうものだけど、だから僕はそれが体の腱のつりもあって体が硬直しててつってる時自分でもう分かるの。でその時は体がうまく動かせないからそれを脳みそで判断してることを理解してるから、そのもう悪いとこ全部頭の中で切っちゃって、その回路を切っちゃってもうラケットとボールだけで打つって言ってる。だから今日はちょっとその釣り加減だけど、それでもだからちょっとぎこちない感じはあるけど、それでもまあまあ打てたから、それはその精神でちゃんと物理とあれを切れるからできることなんですよ。それがフォアハンドのイップスだから、当たりどころが分かんないとかってやっちゃって空振ったりとかってしてる。であとは大体そういう選手っていうのもサーブ出したところから頭とラケットがくっついちゃってるから、こうやって出てで次の球をこう見てこう打っちゃってみたいな人実際いるよね。それではもうイップスになりやすいね。なるほどなるほど。バックイップスっていうのは球がこう正面から見てるはずなのにこう分かんなくなっちゃうのね。でそれもこっからはちょっとみんなにはかなりレベルが高くて難しいんだけど、そこで効き目っていうのが出てくるの。どっちの目で球見てるか。どっちで見てるかな。自分でも右かもしれない。右だな。自分は右の気がする。右の人と左の人っていうのは右ですね。YG はあんまり得意じゃない。そうですね。いろんなサーブの中だったら得意じゃないか。それね実験してみたらね結構わかるの。そうそこね多分ね。バックが得意じゃないです。ちょっとやってみようか。まずこうなるでしょ。コートに対して横向きじゃん。左の目が利き目だと自分で信じ込んで、左の目の前で全部やれば空振んないと思ってやってごらん。左の目どういうことですか。こっち向いて。だから左の目だから左の足の上。左を目にしてサーブ出せばいいですか。左の目でサーブ出せば。もう完全この一列で。左目で。だからもうそこだからまっすぐだから。これでいろんなサーブ出して。そこでYG。こっから横下になっても回転かけてね。そうするとそれ少し力強く入れられるの分かる？少しそう。それが今までその感覚がなくてなんかふわふわしてんなってことがあったら右の目で見てる。
高橋君はチャパ君は、多分左の目がYG うまいから多分そうですね、確かに。だからフォアのところは逆に不安定でしょ。巻き込みとか左の目で見てる選手って、そこをストレートに出したらすぐ下がるの。なぜかっていうとサーブ出すでしょ、左の目でこの球こうやって追うから、頭がいっちゃったの体いっちゃうから、だから遅くて抜けるサーブはそういうのも全部感知してるってことなの。こっちの目で見てからこうね、ここ動けないのねってこう分かっちゃう。そうだから左の目がもし効き目だったら、ボールがこういった時に顔で追うの分かる？顔がひねれたら首が曲がっちゃうから、背骨も曲がっちゃうからあっち行っちゃうと。だからフォアハンドがあんまり上手くない選手っていうのは、右の腰でボールを受けるようにすると自然にもうすぐ治る。右の腰を使えないのは左の目が生きてる人の特徴なの。だからこうサーブ出してからあそこが遠いって思ってる人は、こっちの半身が遠いって感じてるの。こういっちゃってこう触れないじゃんみたいな。そうなんですね。自分はこっちだから、右目だから、こう出してから先にこうやって着地しちゃってこう受ける。だからその右目の人と左の目の人って戦術も違うんだけど、全部10羽一からげで同じようにやれって教えるじゃん。そうしないといけないし、そうだからマニュアルが何種類も必要になっちゃう。そういうことですよね。卓球だから片手だからそのトラブルが出ちゃってる。今そういうところを教育してるんですけど、これがバックのその場合、そのイップスになってる人は左目が利き目になってるがゆえに、そうこっちが左の目で見てる感覚がゆえに分かんなくなっちゃって、こっちとの併用が出てくると、どこで触ったらいいんだろうみたいに仰いじゃってる。ってことは右目で見るようにした方がいいっていうことですか？それも一概にはやっぱり言えない。なんだけど右利きが右目であった方が少し有利かなと思うところはあって、それは何かっていうと、目がセンターに来るから。そうですね、近いですもんね。ここら辺にあるから。片側ってことはそういうことだから。全部できますよね。それがこうなることによってよくわかんないっつって、ここら辺がよくわかんなくなって空振ってるみたいな。で大抵が、ちょっと言えないんだけど、これも数数えてないから、左の目の方が利き目になってる人って意外と多くて、右の手に対して反対側っていうのは普通で、多くあるパターンで、で僕の場合は体自身の設計もこっちの足が短いからこっち軸だから、左利きの体と同じ設計だから、左利きの体なんだけど右利きになっちゃって、目も右だから、だからちょっと特殊事情なんですよ。でそういったことの球の目とだから体の位置関係とこのスピード感に体が合ってるかってことが、問題で、だから自然にその初歩のとこから上手にしようと思ったら、球を打たせるのは本能的に球を打つから、それ後回しにしてフォアバックとバックブロックをしっかり固めさせた方がいいと思ってるの。どっちの目でもこっちの感覚だ、こっちの感覚だっていうのをしっかりしてれば狂わないから。ちゃんとそれさえできれば、打つっていうのはそこから作っていけばいい気持ちだから、衝撃強くすればいいだけだ。先に打ちに行くからなんか我流とかで下がって打つことばっかり中心にやってたら、幅が分かんなくなるから、イップスになりやすいってことだ。こっちもこっちもいろんなことに気づいてくるから、気づいた時にあれってなって変だってなる。だからもう試合に負けちゃったから負けるかもしれないっていう気持ちでサーブが出るっていうのはちょっとそれは当然種類が全然違うから、いろんなイップス、今回の結構いい感じイップス、他になんかサーブとかサーブでなんか他に症状ってありますかね？イップスの出せない、基本的にはスタートできないってことなんで、スタートできないってことだから、
でさっきのやつも、効き目のことも判断できないからあれだけど、右半身側から打つか、左半身側から打つか、っていうふうに同じことをするんでも、こっちで出すのか、こっちで出すのか、出しやすい方が出てくるはずだから。そうですね。いや出しやすい方、あります。でそれで少し改善される可能性が出てくる。それも見分けが、目のこと。だけど効き目がうんぬんかんぬんって話もまた、ほじくり出してわけのわかんないこと言ってくるやつ必ずいるから、だからちょっと医療行為に近くなるような医学的発想や発言は少し避けて、感覚的にこっち側で出すと出しやすい人とこっち側で出すと出しやすい人がいて、それが逆になった時に全然違う世界に見えちゃって本当にできなくなっちゃう人もいるから、やりやすい方を選ぶ。あとはサーブの形がこうであっても、この形より正対しちゃってこうやって出した方が簡単な人もいるし。そうですね。正面向けた方が、体の前でそうここはちょっと難しい。で腕の筋力で出そうとするから動き出せないから、まさしくグッチの得意な振り子サーブ。振り子だと思えばラケットは動き出すから。そうですね。確かに。この重いものを肩の高さまで上げてブランってやるところに筋力がいらないから、それが重いもので動くとイップスが治ってくる理由だから、それが一つのからくりになってて、だから剣道はこうすることによって剣先を器用にコントロールできるけど、器用にコントロールすることがゆえに力が出ないって言ってるわけ。でも卓球のイップスは力が出ることの方が優先されてしまって、自分の体の行動をセーブできなくなっちゃってるのがイップスだから、だから重さがあるもの、でペンホルダーは手のひらにラケットが近いから、手のひらだと思っちゃえばいいんだけど、物だと思っちゃうから、物を動かしたいんだけど上手に動かせないっていう、逆の錯覚でどんどん悪くなっちゃうから、それがサーブの時が一番不安定になって、出ちゃうから、そうサーブイップスなんていうのはまず手のひらでこうやる。物扱いしないで、手のひらから覚えて、そこにラケットが乗っかってるんだったらこれでできるはずでしょって記憶するって言って段階踏んで改善していく。それも一つ答えとしてある。だ錯覚が結局いろんな錯覚が来ちゃうから、動体視力が速すぎて本当にこの位置が分かんなくなっちゃうと。あとあれだね、トスの解釈。どういうことですか？トスの解釈って、この時間って変わんないよね、みんなが同じ距離で飛ばしてれば。それが上からものを見る人と下からものを見る人がいるのって分かる？います。僕は下からだ。っていうか球技は下からが基本だから。結構自分も下です。だから下ってことはここに顔があるから、動体視力のスピードからすると上から見ちゃう人って球が加速して離れていくってことなの分かる？だから追いかけ打ちになっちゃって、行っちゃったって切れない。確かにありますね、その形。あります。それが下からグッチも見てるんだとすると僕と同じで、それが卓球って目線より下だから、卓球しかやってない人の中に球を上から見てる人がいるの。球技だったら信じられないわけ。野球できないもんそれ。飛んでく球拾えないし、球技のほとんどはボールの方が人間よりも可動域が広いんだよ。それを追いかけ回さなきゃいけないのが球技だから、そうすると球を上から見てるなんて本当にちっぽけな世界だから、僕は野球だから、野球だったら下から見てなかったらおかしいじゃん。こうやって投げるのに下から見てなかったら、サイドスローだろうが何だろうが全部下からの意識だから、だからそうすると下からこうやって見てる場合は、こうすると動体視力で寄ってくる球は加速してるんじゃなくて動体視力が慣れていくから遅く感じてるわけよ。そっか。
上から見てる人はなんか急いでる感じあるんですよね。そうだから来ちゃったってこうなるでしょ。それで急いでるんです。それで切れないでしょ。あれもだからぶつけみたいになるんですよ。一旦もう座っちゃってここからこうやってサーブする練習してればいいの。ああそれいい。そう台の外下から覗いてる気持ち。そうだからこういう見方でサーブ。そうあとはここからこれしゃがみ込みの練習。そうすると自然に下から物見るようになるから。それ大事ですね。確かにそれを感じるな。そう。なるほどなるほど。そうサーブとしたらそう。でも今の上から下からもちょっと違う解釈があってチキータ。チキータはやっぱりその台上処理だから常識的に見ると下から見た方がいいんだよね。常識的に見ると。だけどチキータはさバウンド直後を蹴飛ばしたいからこっから来るっていう気持ちに対してこうやって突き飛ばした方がいいって言ってる選手がいるの。バウンド直後。そうこっからこう来る球を蹴飛ばして前出した方がいいからだから上から見てた方がいいっていう理論があるわけ。まあありますね。でもそれもこう上乗りになっちゃえばもうこう来るのは正面から受けるっていう気持ちだからそれは間違ってないんだけどだから上から下からっていうふうに一概に言えない部分もちょっとあるんだけどただサーブの場合はトスして垂直落下することに対して時間のサイクルに間に合わないから触れないってことだから、それを下から見るっていう。だからしゃがんで出しちゃうとか水力使って切るとかなんかそういうトレーニングは体幹トレーニングとするとした方がいい。でもこれも動体視力でしょ結局。今の話になっちゃえば。そうです。そういうことになりますね。だからそういう目の動きとか見方とかなんですね。そう。頭の中に錯覚作っちゃうと自分でドツボにはまっちゃってるっていうデススパイラルに自分ではまっちゃってる。じゃあ今日の話はもうそのイップスの話で、こういうふうにやったら解決になる可能性があるよっていう感じ。切り取りとしてはもうだから本当にシンプルにそのどっちの体の右側と左側とどっちがやりやすいかとかちょっとしゃがんでみたらどうかとか。で傾向としてはラケットがちょっと軽めの人がうまく筋力をコントロールできなくなってる可能性がある。で先端がちょっと軽めのラケットもラケット操作が力が加わるってことを勉強してからそういうラケットを選んだ方がいいんだけど最初からだと分かんなくなっちゃう人もいる場合がある。あるとは言えないけど場合があるからそれはちょっと工夫した方がいいんじゃないですかっていうぐらい。軽めにしないともう無限だからこれは無限地獄だから。そうですね。今日の言ったらそのよくあるイプスの代表例だったと思うんで。だからイプスの種類も少しこう絞ってなんかこういう傾向の人が目立ってるんですけどみたいに言ってくれればそれは要因としてはこういうことが考えられるんでこのトレーニングを集めていけば改善いい方向に行く可能性が出てくると思いますよっていうことは言えるってこと。今日はその一つっていうことですよね。その中の一つっていうか現代で一番目立ってるパターン。そうですね。確かに目立ってる特にサーブっていうことですね。ありがとうございます。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。